皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今回は用具の卓球チーム部の方よろしくお願いします。本日はですね、皆さんの悩みで非常に多いラケットとラバーの相性についてやっていこうと思います。やはりですね、もう用具の問い合わせでですね、もう何々と何々は合いますか、これとこれの相性っていいですかっていう質問がめちゃくちゃ多いです。もう昔からですね、もう私がこの卓球の用具の動画出し続けたりブログ書き続けて、相性の話で質問が来ることがめちゃくちゃ多いので、今もずーっと多いままなので、今日は皆さんに自分でも分かる、自分で判断できる用具の相性っていうのの常識っていうのを皆さんに、要するにですね、ラケットはですね、実は相性のいい用具と、実はちょっと相性が、ラケットとラバーの相性が、実はあんまり良くない組み合わせが実際あったりするので、なので、実際ラバーは良くてもラケットと相性悪い、もしくはラケットがすごく良くても相性悪い、ラケットとラバーはすごく性能両方とも高いけど、うまく引き出せないっていうパターンが結構あったりしますので、今日は皆さんにこの方程式を覚えてもらうと、その自分で周りに相談しなくてもいい用具、ラケットとラバーを自信持って自分のいいものを使えると思います。ではですね、まず大原則、用具のラケットとラバーの相性大原則、それは3つあります。この大原則を知っておけば大体大丈夫です。私たち一般の選手、中学生、高校生、大学生、社会人、大体の卓球歴のその一般と言われるある程度やってるクラスはですね、まず柔らかい硬いの組み合わせ、ラケットが柔らかめ、ラバーが硬めという組み合わせが相性がいいです。柔らかめと硬めのコンビ。そして2つ目に推奨されるのが、ラケットが硬めでラバーが柔らかいタイプ。さっきの逆です。今度はラケットが硬めでラバーが柔らかい。これはおすすめです。そして3つ目はラケットとラバーそれぞれ中間的な硬さのラケットとラバー同士。要するに本当にラバーでいうとミドルコードと言われるもの、ラケットでいうともう適度な硬さ、適度な硬さちょっと難しいところではあるんですけども、こういう以上ですね、今3つ、この3つもうさらっと今出ちゃいましたけど、この3つの組み合わせをすれば大体用具が失敗しません。そして大体用具の性能を引き出せると言っていいですね。なので皆さんの用具はどれかに大体当てはまってくれれば扱えるっていうか、自分の実力の範囲内でちゃんとラケットとラバーの性能をフルに発揮できているっていう感じになります。分かりやすく例えるとですね、例えばこういうカムイとかもうぶっ飛びインナーではある、インナーの特殊素材ではあるんですけど、特殊素材でぶっ飛びっていうタイプはもう硬いラケットになります。どちらかというとこういう響く硬いですよね。で分かりやすくコルベル柔らかいですよね。低い音が、これコルベルは柔らかいです。これ5枚合板です。柔らかいやつです。これは柔らかいので、コルベルは逆に言ったら硬いラバーと合わせると相性がいいということですね。もしこの前だったらテナジー、バタフライされたテナジーとかファスタック G1 とかですね、うちのワラバチはラザンターの R47 とか R50 とかエボリューション ELS とかがいいのかなと思います。やや硬めってことですね。で、こっちカムイみたいな硬めのラケットには、こっちには若干ですね、やっぱ柔らかめのラバーの方が一般の選手には使いやすい。柔らかめと例えばラバーでいうとラザンターの R42 とかですね、 V42 とかそういう系、ちょっと気持ち柔らかめのラバーがこういう硬めのぶっ飛びラケットと相性抜群です。危険なのはですね、この組み合わせでよく一般のクラスでやらかすのはですね、硬いっていう組み合わせなんですね。これちょっと要するに上級者じゃないと使えないっていう感じになりますね。若干ですけど、例えばこのカムイカチカチのぶっ飛びラケットに、これにですね、例えばラザンタワの R50 とかもうカチカチ同士で組み合わせるともうちょっと難しいかなって感じです。もちろんですね、トップ選手は使えます。トップ選手は気に入ります。トップ選手とかあと上級者のクラスはスイングが速いので使います。ですけど私たち一般の初中級者の世界ではですね、ちょっと気持ち硬いかなって、よほどの硬いもの好きじゃないとちょっと組み合わせがしづらかったりとかしますので、硬いっていう組み合わせはちょっとスイングスピードはそうってやるとちょっと離れるのが速かったりするので、なので
あくまでも中間高度よりちょっと硬め、R47 とかラザンタの R47 ぐらいだったら、やや硬めぐらいだったらギリギリセーフで使える、扱いやすいのかなと思います。カチカチとカチカチはダメっていう極端な例はダメなんですけども、硬めとやや硬めぐらいだったら今のスピン系のその引っかかりの強さ、ラザンタとかすごいスピン系、今まで昔は硬いっていうだけで瞬間的に全部ダメっていうその初中級者のクラス、ちょっとそういうのがあったんですけど、それがグルーを大量に入れて柔らかくするしか方法がなかったんですけど、今はですね、硬くてもスピンめっちゃ回転のかかるのが非常に多く、ターン持ちが非常に長い、硬くても柔らかく感じるラバーがめっちゃ多いですよね。なのでそういうやや硬めのラバーでスピン系のもの、ラザンタの R47 とかエボリューション ELS とか、ああいうめっちゃ引っかかる系はいいと思います。実際硬めとやや硬めでも実際ですね、ちょっと話ちょっとここに混ざってきちゃうんですけど、実は初心者のクラスにはですね、実はおすすめの組み合わせ、推奨としては4つ目に柔らかいっていう組み合わせが実は初心者におすすめです。ラバーマーケットで扱っている初心者セットもですね、ラケットもラバーも柔らかいです。とっても柔らかいです。フォアもバックも。で、初心者にですね、本当ラケット柔らかめでラバーも柔らかいやつ、これがもう本当にそういう力がなくて、で覚える、その感覚を覚える、掴む感覚を覚える、ボールをまず第1球入れる、威力じゃない、入れる、柔らかいっていうインパクトがちょうど初心者の世界ではすごく絶大なその強さと、あとはですね、みんなやっぱ初心者のクラスだと柔らかいが一番ボールが入るので、力入れなくてもいいボール走りますからね、感じですね。でもですね、ラケットとラバーが硬いはダメっていうので、もう一つあとタブーがあります。もう一つダメはもうある一定のレベルを超えたら柔らかいはダメかなって感じです。時には柔らかいはあんまりパワーが出づらいんですよね。ある程度威力が出てくると、ドライブにパワーがスイングが速くなってくると落ちてきます。ボールが弱いタッチや中途半端な当たり方でいいドライブが入る柔らかいのコンビ、技術が不完全な状態でやるといいんです。バックが苦手な人、バックがあんまり上手くない人も不完全なこのソート、ただポンポンと当てるだけ、これでも柔らかい OK です。初心者クラスのバックハンドとか、私もバック当てるだけでは実は柔らかいでも全然いけちゃうタイプなんですけども、バック当てるしかしてないからですね、入れるしかしてないから、そういったのはいいです。はい。でもフォアハンドでガンガン振ってどんどんドライブパワーがついてくると、柔らかいだと後ろ下がった時とか落ちてきます。むしろ相手の威力とかに負けたりしだすので、相手が強くなってくるとどんどん柔らかいっていうのを押されるようになってきますので、先に半年以上でフォアとバックでそれぞれある程度のドライブ打法、攻撃力が確立してきたら、上がってきたら、もう柔らかいは卒業してください。もう威力が出なくなっちゃいます。逆にでバックで当てるだけしか使わない人は柔らかいで OK です。はい。でフォアゴリゴリ振っていく人はもうすぐ柔らかいは卒業しなくちゃいけないということですね。半年ぐらい経ったら5つ目のおすすめの組み合わせ、それはプロ、先ほど言った上級者プロなら硬いがありです。上級者当たりの強い強豪校のその県の上位に行く選手とか、全国大会活躍する選手などはラケットも硬め、ラバーも硬めでスイングが速い、かける感覚がある、なので両方硬くても全然振れちゃうっていう感じになるので、硬いが非常におすすめです。もうトップ選手の用具って硬いですよね。気づいたらよく飛ぶ特殊素材、硬めの特殊素材に硬めのスピン系、テナジー05だったりファスターク G1 だったり、そういう感じの硬めを組み合わせています。これって振れるんですよね、スイングが速いから。はい、硬くても当たる時に大きくラバーに食い込むので、力で食い込むので超スピンと超パワーが、超スピードが出ます。はい。最終的なゴールは皆さん硬いに言っていただくっていうのが理想なのかなと思います。最初のうちは柔らかいからスタートして、で柔らかい初心者からスタートして、で中級者になっていく上で硬い柔らかいか硬いか中間っていう3択で選んでもらうようで、上級者になって県の強豪のその上位に上がる選手になったら硬いを選んでいただくっていうのが一番自分の力を発揮できる用具なのかなと思います。なのでですね、強い人の用具ってただ単純に真似すると結構痛い目にあったりします。正直なところ。はい。なので、トップ選手がこう使って、このラケットとこのラバー、全く一緒のやってるからやってるってよくあります。私も憧れで中学校の時合わせたりしました。ですけど、なかなか、結局は柔らかめの、ちょっと使いやすいやつの方が結局バックは私は特に合っちゃったので、で、フォアはどんどん自分は振って回転と、どんどんスイング速くして振っていったので、硬めのラバーが合っていった。でもバックは自分は
当てるだけが多かったのにどんどん柔らかい方が、むしろトップ選手みたいにガンガン固めのラバー貼るよりも柔らかい方を打っている貼る方が、柔らかくてラケットも柔らかい方がどんどんいいバックハンドが入ったっていう感じになりました。はい、ということで自分のフォアとバックのスイングスピードの違いによってもですね、今のそれぞれの5つの相性っていうのがまた変わって、それぞれで変えればより自分のラバーとラケットの相性いいラケットっていうのが選べるのかなと思います。フォアが自分はスイングスピード速い。そしたら上級者の、私はフォアハンド上級者の感覚だといるので、なのでやっぱ硬いが好きですし、でいいパワーでいい回転と威力出しています。でバックは私は当てるだけ入れるだけなので、もう本当初心者中級者の世界だから柔らかいか硬い柔らかいでやっています。はい、なのでそれで当てるだけで飛ばしています。硬いは私はバックハンド上級者でバックドライブガンガン後ろから振れないので使いません。なのでそこはスイングスピード遅めなのでそっちに合わせているっていう感じです。そういう感じでラケットの相性はですね、実はある意味自分の実力とスイングスピードである程度決められているものっていうのにお気づきになられたのかなと思います。なので皆さん迷うけど大体選択肢ちょっと決まってきますよね。自分に今合ってる硬い柔らかいの組み合わせ、大体今ので自分はじゃあこうだなっていうのが分かってくると思います。最後、6個目、実はですね、硬いさっき私たち一般のクラスは硬いダメっていう話だったんですけど、実は粘着ラバーならですね、粘着使いなら実は硬いってありなんです。それだけ知っといてください。でも多少やっぱインパクトの速さが、スイングの速さが必要になるんですけど、粘着ラバー硬めでもめっちゃひっつきますよね。めっちゃ摩擦力が他のラバーよりある。でくっつくので離れるのが遅く感じます。粘着ラバー使ってる人からするとですね。はい。でラケットを硬めにする。ラケット硬くしてもですね、硬い粘着ラバーってそれでもむしろテンションのその柔らかい硬いとかのこのさっき言ったコンビよりも全然球まで遅いです。硬いでもびっくりするぐらい。なので粘着ラバーなら硬いありだよっていうの、そういう例外も一般のクラスだってありっていうことを知っておいてください。ということで初心者のクラスには柔らかいからスタートして、で初心者から中級者になり上がる上とか中級者は柔らかい硬いの組み合わせか硬い柔らかいの組み合わせか中間コードか中間コードのコンビですね。これ王道です。でそれで上級者になったら硬いに行っていただくっていう、こういう構図。そして皆さんのフォアとバックのそれぞれのスイングスピードの上級者のレベルなのか中級者のレベルなのか中級者のレベルなのか、それで自分の好みの用具の相性がそれぞれフォアとバックでそれぞれこう自分で決められるのかなと思います。そうすれば自分のラケットラバーの今自分がフォアにどういった用具を組み合わせればいいのか、バックに自分はどういった用具を組み合わせればいいのか、失敗しない最適な威力の出せる、そして安定する勝てる組み合わせが選べます。このような大原則でやると大成功しやすいです。ぜひやってみてください。ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。